つて戦争があった。地球連邦からの独立を求めた1コロニー国家による革命は、やがて第7次宇宙戦争という形で燃え広がる。地球圏のエネルギー問題を解決する発電システムであったはずのマイクロウェーブ発射装置は大出力ビーム砲の心臓部となり、人類のさらなる進化の象徴であったはずのニュータイプと呼ばれる人々は兵器として扱われた。そして人は自らが生活を営む場としたスペースコロニーすらも質量兵器として利用する。コロニーを地球に落下させるコロニー落とし作戦で降伏を迫る宇宙革命軍に対し、地球連邦軍はコロニー殲滅兵器、サテライトキャノンを装備した決戦兵器、ガンダム X を投入。その威力を目の当たりにした革命軍は戦争の早期決着を決意し、コロニー落としを強行する。その結果、100億を誇った人口は100分の1以下となり、戦争は両陣営に壊滅的なダメージを与え、荒廃した世界が残された。物語が始まる前から主人公機が罪深きカルマを背負っちゃってますね。では、そんな罪を背負いながらも、少年と共に一人の少女を守り抜いた、機動新世紀ガンダム X の主人公機、ガンダム X について見ていこう。よろしくお願いします、教授。ガンダム X、劇中にて主に GX と呼称される本機は、コロニー殲滅用の決戦兵器として地球連邦軍によって開発された機体だ。第7次宇宙戦争当時、主力モビルスーツであったドートレスのハイグレード機の開発に着手した連邦軍は、専用装備を有し、機能的に特化したガンダムタイプと呼ばれるモビルスーツ群の開発に成功する。戦時中、実戦に投入されたガンダムタイプは3種が確認されており、各機体にはフラッシュシステムが搭載されていた。フラッシュシステムとは、連邦軍が開発したニュータイプと呼ばれる人たちが持つ特殊能力を利用した専用戦闘システム兼インターフェースで、通常の電子的な手段に依存せず、ビットモビルスーツと呼ばれる無人機の遠隔操作や適合者認証を可能とする技術ですね。G ビットとも呼ばれた無人機は、ガンダムタイプ1機に対し、最大12機まで同期し、制御が可能であり、第7次宇宙戦争の終盤に投入されたガンダムタイプ3種には、各機体専用のビットモビルスーツが随行していた。また、基本性能において通常のモビルスーツを凌駕するガンダムタイプであったが、その中でも、ガンダム X は特殊な立ち位置にあり、戦略兵器として開発された本機には、サテライトシステムが搭載された。サテライトシステムとは、月面の太陽光発電施設から送信されるスーパーマイクロウェーブを受信し、エネルギーに転換する機構のことで、受信環境を維持することで、高出力での計測稼働が可能になるんですよね。サテライトシステムの実用化により、それまでモビルスーツに搭載できなかった高出力兵器が使用できるようになり、本機ガンダム X にて一撃でコロニーを破壊する威力を有した高出力砲サテライトキャノンの装備が実現した。受信したスーパーマイクロウェーブを背部のリフレクターユニットに収束させ、充填したエネルギーをダイレクトに発射することで、一瞬にして広範囲の殲滅が可能であり、複数の同型機と連携することで、面制圧、相当、拠点防衛や擁撃など多様な戦術に対応できた。また、エネルギーの充填は、機体各所に分散配置されているエネルギーコンダクターと呼ばれるユニットでも行われており、バックパックと併用してエネルギーを蓄積する機能がある。フルチャージ後であれば、スーパーマイクロウェーブが切断されても、サテライトキャノンを2、3回発射可能であったとされ、仮にサテライトキャノンを使用しなかった場合、通常戦闘なら1週間程度であれば無補給で活動できたとされる。高出力のビーム砲を撃つだけではなく、エネルギー補給もできてしまうとは、すごく便利なシステムですね。便利なシステムではあるのだが、戦略兵器として開発された本機には、機体の運用を制限する安全装置とも言える機構が備わっている。それが、ガンダム X の起動に必要となる独立操縦デバイス、G コントロールユニット、通称 G コンと呼ばれる指導キーだ。コックピット登場後、G コンを接続することで、右側操縦桿となり、サテライトキャノンの管制システムも組み込まれており、キャノンの起動や発射を管理し、そのトリガーも兼ねていた。ガンダムタイプの中でも G コンを必要とするのはガンダム X のみであり、サテライトキャノンの破壊力を鑑み、相応の資格と権限を持つ者が乗り手であるべきという開発陣の処置であったと考えられている。ちなみに、書籍によって G コントローラーだったり、G コントロールユニットだったり、名称が違ったりする。また、サテライトシステムを使用するには、フラッシュシステムを用いた月施設への機体登録が必要となっている。ニュータイプにしかフラッシュシステムを使用できない以上、パイロットが制限されるってことですね。ということもなく、ニュータイプが必要なのは機体登録の時だけで、以降は誰でもサテライトシステムの使用が可能になる。これに関しては、セキュリティというより、サテライトシステムの有効圏内であれば、距離に関係なく機体登録ができる。フラッシュシステムの便利機能と考える方が妥当かもしれない。では続いて、ガンダム X の装備について見ていこう。
本機の主武装であるシールドバスターライフルは、その名の通り、シールドとビームライフルで構成された攻防一体型の武装で、ライフル使用時には照準用センサーがポップアップし、銃口が露出する構造となっている。兵器としては通常のモビルスーツのものの3倍の強度を持っており、サテライトシステムにより供給されたエネルギーを使用可能で、充填時はバックパックユニットに装着される。サテライトキャノンの基部にマウントされている大型ビームソードは、サテライトシステムのエネルギーを使用することができるため、通常のビームサーベルに比べて極めて高い出力が設定されている。ビーム刃が十字型に形成される点も特徴であり、モビルスーツを一撃で両断できる破壊力を有していた。また、胸部下側と腹部に計4門のバルカン砲が内蔵されており、近接戦闘時の火力補助や中距離帯での威嚇や牽制に用いられた。バックパックに備えられたリフレクターと呼ばれる4枚のパネルはスーパーマイクロウェーブ受信機構を担っているが、エネルギーコンダクターに蓄積したエネルギーを放出することも可能であり、物理的に反発力を発生させることで推進力とすることもできた。ホバリングモードという形態を取ることで機体を長距離ジャンプさせることができ、エネルギーの供給が途絶えなければ実質的に飛行とも呼べる距離を移動することも可能であった。本機の装甲には圧倒的な強度を誇るルナチタニウム合金が採用されており、ビームの直撃やサテライトキャノンの反動にも耐える防御力を有している。また、胸部前面装甲内にはスーパーマイクロウェーブとのリンクを確立するための照準用ガイドレーザーユニットが内蔵されている。戦略兵器サテライトキャノンを有し、高い汎用性を誇ったガンダム X は第7次宇宙戦争において3機が製造されたとされるが、戦時中、実戦に投入されたのは2号機のみであった。若きニュータイプ、ジャミルニートが登場した2号機は、戦争末期に宇宙革命軍のエース機、ウェブラルと死闘を繰り広げた後大破し、行方知れずとなった。機動新世紀ガンダム X の開始時の年代は、第7次宇宙戦争から15年後となる。終戦の年に生まれ、戦災で家族を失った少年、ガロード・ランは、モビルスーツ狩りで生計を立てていたところ、不思議な力を持つ少女、ティファーディールと出会い、彼女に導かれ、旧地球連邦軍の工場跡にてガンダム X を発見する。この時ガロードが発見したガンダム X は1号機であり、起動当初はフラッシュシステムによる機体登録は行われておらず、後にティファがコクピットに同乗した際に行われ、それとともにサテライトキャノンが使用された。地上でサテライトシステムを使用した場合、月からの送信用のガイドレーザー受信後、4.03 秒後にスーパーマイクロウェーブが到達するが、空に月が出ていなければ、サテライトシステムを使用できないという制限もあった。本来であれば、月軌道内のスーパーマイクロウェーブ中継設備を活用することで、そういった制限はなかったはずなのだが、全大戦でその全てが破壊されたため、稼働できる場所が限定されることとなった。ちなみに、このガンダム X1 号機が作中でサテライトシステムを使用したのは4回のみとなっている。意外と少ないんですね。1回目は、ガンダム X のダッシュを狙う、モビルスーツ乗りたちの襲撃で追い詰められた際に、敵を一掃するためにサテライトキャノンが使用され、2回目は、長距離射撃を行ってくるモビルアーマー、グランディーネを破壊するため、敵施設に囚われていたティファとコクピットに乗り込んだジャミルの共鳴により、攻撃座標を割り出し、サテライトキャノンで長距離狙撃を行った。3回目は、動力施設の爆発から逃れるため、サテライトキャノンの反動を利用した緊急離脱に使用された。そして、4回目は、火炎放射器による攻撃と、大規模な森林火災で逃げ場を失ったフリーレンを救うために使用され、スーパーマイクロウェーブが機体に届く直前でその場を離脱することで、そのエネルギーを直接湖面にぶつけ、水蒸気爆発を起こし、敵を撃破するとともに巻き上げられた水で火災を鎮火させるといった変則的な使われ方もされた。4体とも違う使われ方をしているのが面白いですね。あと、本機には5話にて、ショルダーバルカンという陸戦用モビルスーツのバルカン砲を改造した兵装が増設されたが、一度使用しただけでガンダムバサーゴに破壊され、以降登場することはなかった。割とそういった武装多いですよね、ガンダム X。アニメ本編10話にて、ガロードは人工ニュータイプカリスノーティラスの狩るベルティゴに大敗を喫することとなり、その際、サテライトキャノンとバックパックユニットが破壊されてしまう。サテライトキャノンという戦略級の破壊力を失ったガンダム X であったが、陸、海、空、宇宙の全領域に対応できるポテンシャルは健在であり、フリーレンの天才メカニック、キッド・サルサミルは、かねてより構想していたガンダム X の強化プランを実行する。結果、モビルスーツとしてのスペックだけなら、以前よりパワーアップしたガンダム X ディバイダーと呼ばれる形態が誕生した。バックパックは、損失したリフレクターユニットの機能を補うため、折りたたみ式のバーニアスラスターによる推力の増強と、バックパック下部に設置された2機のエネルギーポットにより、稼働時間の延長が図られている。
エネルギーポットは1機につき約12時間の行動が可能であった。本機の名称にも反映されているディバイダーは攻防一体型の武装であり、メカニックのキットが各地で探し当てた対モビルスーツ用多連装ビームやモビルアーマー専用大口径スラスターなど強力なパーツが使用された。シールドとしても高い強度を有しているが、展開式シールドのフレームには6機の3連装ビーム砲と大口径のビーム砲からなるハモニカ砲が内蔵されており、発射口から一斉発射されたビームは敵に向かって放射状に伸び、目標の逃げ場を塞ぎ撃破可能だった。ビーム砲は状況に応じて出力をコントロールできるようで、劇中では中央のビーム砲を使用していない場面も見られた。巨大モビルアーマー、バトゥーリア戦では収束させたビームを刃状にして発射したりもしていましたね。ディバイダーはバックパックの専用ジョイントに装着することでホバリングモードを取ることができ、ディバイダーの両端の大型スラスターとバックパックのスラスター計4機が両方向を向くことで圧倒的な推力による高速での長距離移動を可能にした。また、ディバイダーは推力ユニットとして背部に装着せずに使用することもでき、推進ユニットを破壊され自由落下するガンダム WX を寸前のところで引き上げるという場面もあった。では続いて、本機に新たに追加された武装を見ていこう。旧地球連邦軍の戦艦が搭載していた2連装メガ粒子砲を改造した蛍光兵装ビームマシンガンは、チャージと射出のサイクルを短縮して機関砲のようなビームの連射が可能なほか、一撃の威力を優先した単射モードが選択できた。5スラスターパーツの上部にそれぞれマウントされている大型ビームソードは、サテライトキャノン用のコンデンサーや増幅器を回収、修繕して組み込まれており、フルパワーで使用できるのは本機のみであった。また、物語中盤にて、海中での戦闘に対応するため、実弾携行兵装として、ハイパーバズーカが装備された。劇中では水中戦に備え、魚雷が発射可能に改造されていたが、通常弾頭を使用することもできた。あと、ガンプラの旧キットには、本編未登場の X グレネーダーという武装が付属していた。戦艦用のミサイルをガンダム X のマニピュレーターにフィットするように改造し、モビルスーツ用の手榴弾としたもので、左サイドスカートに専用のラックを設けることで2発分を携行することができたようだ。本機はガロードがガンダム WX に乗り換えるまで彼の上機として活躍したが、本機で使用していた G コンを WX に使用したため、しばらくの間フリーデンの格納庫で保管されることとなる。G コンがなければ起動すらできないですからね。しかし、天才メカニックキットの手腕により G コンなしでも操縦が可能になり、以降はジャミルニートの上機として運用された。さすがはキットと言うべきでしょうか。推察にはなるが、ディバイダーへの換装によってサテライトシステムが使用できなくなったため、コックピット内の改装も可能になったとも考えられる。まあ、確かにサテライトキャノンもすでにないわけですから、G コンにこだわる必要性もないですからね。アニメ本編終了後のエピソードを描いた読み切り漫画、ネクストプロローグ、あなたと一緒ならには、ガンダム X3 号機と呼ばれる機体が登場する。ブルーレイボックスの特典として収録されたもので、漫画版の機動新世紀ガンダム X の新装版3巻にも収録されてますね。本機は3号機と呼ばれているものの、第7次宇宙戦争時に製造された3号機というわけではなく、以前にガロードも登場したことのあるガンダム X1 号機を戦後に地球連邦新政府防衛省が回収した機体となっている。何やらややこしいですね。本機の回収には旧連邦軍研究所に残されていたパーツが使われており、足りない箇所には新たな部品を加え完成させた。ジェネレーター出力の向上により、以前より通常時の運用効率が 30% 向上しており、サテライトキャノンも復元されている。しかし、アニメ最終話にて、WX とバサーゴ、アシュタロンの放ったサテライトキャノンの衝突の余波により、月のスーパーマイクロウェーブ送信施設が破壊されたため、サテライトシステムの使用はできない。ところで、アニメ最終話時点で、ガンダム X1 号機こと、ガンダム X ディバイダーには、ジャミルが乗ってたと思うのですが、その機体って最終的にどうなったんでしたっけ？ガロードのガンダム WX をフロスト兄弟のところへ行かせるため、他のガンダムタイプと共に量産機相手に戦う姿が最後なので、終戦直後、どんな姿だったかは不明としか言えないところではある。ただ、ガンダム X3 号機の説明に、全対戦時に大破したガンダム X を回収した機体と書かれていることから、サテライトキャノン同士がぶつかった余波に巻き込まれ、大破したガンダム X ディバイダーをジャミルが乗り捨てたとも考察できる。つまり、どのような経緯で新政府の手に渡ったかは不明ってことですね。また、アニメ終盤では、ガンダム X1 号機の起動に G コンを使用する必要はなくなっていたが、本機では再び G コンの接続が必須となっている。この G コンが新規で作られたものなのか、WX から回収されたものなのかは不明である。サテライトキャノンを取り付けたため、再び G コンが必要になったってことでしょうが、
スーパーマイクロウェーブを送信する大元がなくなり、無用の長物となったサテライトキャノンを装備させた意味はあったのでしょうか。新政府の新たなサテライトシステムの構築を考えていたのかもしれないが、作中でそのあたりが語られることはなかった。本機、ガンダム X3 号機は、地球連邦新政府防衛省に所属していたカリス・ノーティラスがガロードを同組織に誘う際の方便の一つとしたが、新政府の強引な変革への嫌悪やモビルスーツ乗りを引退し、ティファと共に静かな暮らしをしたいガロードは、その申し出を断る。しかし、新型コロニー風邪の流行や、その特効薬を狙うならず者が現れたことで、ガロードは新政府の基地からガンダム X3 号機を奪取し、単身戦いへと赴く。カリスの協力もあり、特効薬は無事町に届けられたものの、ガロードは反政府勢力として追われる立場になってしまう。そうした中、新たな戦乱の火種ともなりかねない新政府の強引なやり方の裏にフロスト兄弟の影があることをカリスより聞かされたガロードは、ガンダム X3 号機を借り、フロスト兄弟の野望を阻止するため、新たな旅路へと出発するのだった。てなところで、前半パートはここまでとしよう。後半パートでは何を語るんですか？外伝作品であるアンダーザムーンライトに登場したガンダム X について見ていこうと思う。では、ここまでのご視聴ありがとうございます。